바라본 내 모습 그대가 바라본 내 모습 내 미래를 걷어버리고 그대의 그 손을 잡았어 이른 아침 일수 맺힌 듯 어린 사랑이라고 해도 마치 불꽃 같아 보여도 Oh step in babe 우린 어떻게 만난 건지 왜 하필 그게 나인 건지 Boy I fall in love with you 지금 이 순간도 타이트한 그대의 틀에 맞춰진 사람이 되고 또 행복하라 그 어떤 조그마한 소원이라도 그대에게 기회를 줄래 You're my dream ボア、本名コンボア、大韓民国キョンキド出身の歌手、女優で大韓民国、日本、アメリカ合衆国を中心に活動している。2000年に韓国でデビューをし、翌2001年5月30日に日本デビュー。韓国での活動、1998年6月、SM エンターテインメントのオーディションを受ける兄についていったところ、兄ではなくボアがスカウトされた。当時12歳、ここから約2年間、歌手デビューに向けてダンスや歌の厳しい練習に加え、世界進出に向けて日本語と英語の特訓も行った。この時から世界を見越して準備していたということは、事務所からの相当な期待とプレッシャーがあったと考えられます。通っていた中学校は中退していますが、2002年に韓国の高校卒業認定試験に合格しています。2000年8月1週 IDピースビーでデビューを果たし、同年11月には Mnet ミュージックビデオフェスティバルにて女性新人賞を受賞します。2001年には日本で単独ショーケースを開催し大きく注目を集めました。その後はキリンビバレッジ午後の紅茶の CM に起用されています。同年5月には韓国でのデビューアルバムのタイトル曲の日本語版をリリースし、正式に日本デビューを果たしました。続いて2002年に発売された2週ナンバーワンは韓国で大ヒット、数々の音楽チャートを総なめにし売り上げ1位を記録しました。同年日本でリリースした「Listen My Heart」は初登場でオリコン1位を獲得し予想を超えた反響が寄せられ、一躍ボアの名が日本に浸透し始めました。同年開催された韓国内の数々の音楽大賞を総なめにし、国内でも確固たる人気を獲得しました。デビューして2年足らずでこの快挙は今でも伝説として語り継がれています。2004年には MTV アジアミュージックアワードにて韓国、日本両国の代表として出席し、今一番影響力のあるアーティストに選ばれ、同時に韓国人で最初にビルボードにチャートインした歌手になりました。2008年には「いいというアップ」でアメリカデビュー。これで韓国、日本を合わせ3カ国でのデビューを果たしたことになります。2011年にはハリウッド映画「コブ 3D」に出演、映画初主演にして主演を務めました。2013年には韓国ドラマ「恋愛を期待して」で主役を務め、その後も「今週妻が浮気します」などに出演しています。翌年には SM エンターテインメントが海外市場を切り開いていく上で、事実上一番大きな功労を立てた人物として歌手カンタと共に人置取締役に選任されます。彼女は SM エンターテインメントだけでなく、韓国人歌手の海外進出に成功にした最年少、最初、最大の歌手として韓国歌謡界の歴史に名を刻みました。日本では現在まで数々のヒット曲を生み出しており、2003年に発売された「バレンチ」、2005年発売の「ベスト・オブ・ソウル」ではどちらもミリオンセラーを達成しています。その他にも「エブリハートみんなの気持ち」は人気アニメ「犬夜叉」のエンディングに起用されました。日本の音楽番組やバラエティでは流暢な日本語でコミュニケーションをとる姿、若くして外国で頑張るけなげな女の子の姿がたくさんのファンを引きつけました。現在も歌手、女優として活躍しており、2018年8月25日には今年で開催17回目を迎える日本の大型野外フェス A ネーション2018にゲストとして出演し、約5万人の観客を動員しました。主なジャンルはヒップホップ、R&B、ダンスポップである。またボアは通常のピンク、
アブリル・ラビーンの曲を聴きながらロックのジャンルの音楽をしてみたいと語っていた。日本ではバラード曲である。日本へ韓国 K-POP を持ち込んだ人と言っても過言ではない歌手ボア。韓国でも日本でも幅広い層の男女に愛されており、ソロアーティストとして長い間その人気を維持しています。しかし華やかに見える韓国アイドルも実はデビュー時には多くのことに悩まされていました。13歳でデビューを果たしたボア。ミレニアムイヤーと呼ばれた2000年にデビューしているので、もう今年でデビュー19年を迎えることになります。日本では翌2001年にデビューしており、当時は日本の音楽番組にも引っ張りだこでしたね。韓国でも数々のヒット曲を連発したボアですが、日本ではメリクリや奇跡、ジュエルソングなどがヒットしました。特にメリクリは今でも冬の定番ソングとして愛されているので、ファン以外の方も知っている曲の一つかもしれません。華やかにデビューを飾ったボア。そのダンスレベルと歌唱力の凄さに、韓国ではボアのデビューが大きな話題となりました。しかしデビューと同時に目立ったのがアンチサイトと呼ばれる、ボアを嫌う人が集まっているサイトの多さ。デビューして1週間のうちにはまだ15サイトのみでしたが、気がつくとその数は100サイトまでになりました。当時は LINE やカカオトークなどが普及していなかった時代ですが、一方でサイワールドや UFO メールなどアイドルと意思疎通ができる手段も多かった時代。また規制も厳しくなかったため、みるみるうちにあからさまなアンチサイトが増えていったといいます。現在はもうすべて削除されていますが、応援したいという方より嫌いという方が多かったというのは、精神的にとてもつらかったのではないでしょうか。いわゆる韓国顔の女性として日本でも話題を呼んだボア。ずば抜けたダンスと歌唱力、そして可愛い顔をしているのに、なぜこんなにもアンチサイトが多かったのでしょうか。その理由はまさに年齢だと言われています。すでに数多くのアイドルがいたこの時代、その多くは男性でも女性でもグループがほとんどでした。また10代というアイドルも少なかったようですね。13歳というあまりに若い年齢から、若いけどすごいという声よりも、子供が大人ぶっている、子供は所詮子供レベル、子供でもアイドルになれるんだ、そういう意見が圧倒的だったようです。今でこそ小学生や中学生のアイドルも多く、ドラマの子役ですら大人気の韓国。しかしまだ当時はそういった例がなかったため、特に同年代の女性たちからは妬みの対象になっていたのかもしれません。ボアを悩ませたアンチファン、ボアを嫌うファンの行動は、アンチサイト設立だけでは終わりませんでした。人気アイドルは事務所の出待ちがとても多いですよね。また空港の出入国でも多くのファンが押しかけます。もちろんボアが所属している SM エンターテイメントにも連日たくさんのファンが訪れました。しかしこれはボアを応援しているファンではなく、あの子供がどんな女なのかこの目で見てやろうというものだったのです。またある日、ボアちゃん見て見てと声をかけられ、笑顔で振り向くと、想像もできないほどひどい言葉を浴びせられたこともあったのだとか。これだけでなく、ボアが新曲を発表するたびに、いわゆる掛け声、合いの手をアンチファンが叫びます。その掛け声は死ね死ね、買わない買わない、消えろ消えろなど、元々の掛け声に文字数まで合わせて叫ばれました。今ではちょっと考えられない過激な行動ですよね。しかしその後ボアがアジアの星と呼ばれるようになり、その人気が爆発的になると、もちろんボアを支持するファンが圧倒的に多くなりました。それによってアンチファンはいつの間にか姿を消していったようです。現在も歌手として活動を続けており、 SM エンターテイメントの取締役にも就任しています。あの頃とっても愛らしい笑顔で踊って歌っていたボアが30歳を過ぎ役員にもなっただなんて、本当に驚きますね。そして現在は韓国でアイドルを目指している練習生たちがボアを自身のロールモデルに挙げることも少なくありません。今後もまだまだ活躍を見せてくれることを期待しましょう。史上最悪の日韓関係と言われていますが、文化面では韓国の芸能人は現在日本でも受け入れられています。韓国のガールズグループ TWICE は紅白歌合戦に出場するなど、日本での韓流ブームは根強いですね。
TWICE に少女時代にからなど日本で人気の韓国人女性歌手ですが、忘れてはいけないのが韓流歌手の先駆け的存在のボアさん。幼い頃にデビューして間もなく日本やアメリカで活動していた彼女。当時は計り知れない苦労とプレッシャーがあったと思います。そんな中でも強く歩み続けた末に現在の地位があります。これからも歌手として女優としてますます磨きがかかることを期待したいと思います。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？